はい、今日は教えてブルーラグっていうことで、トラックバイクのギア比についてお話しさせていただけたらなと思ってます。トラックバイク、ピストバイクですね。スキットとか足を止めて滑らせたりだとか、あとギア比ってこう漕ぐ時の重さとかに関わってくるんですけど、その話について一般的なそのギア比とかはどんな感じにしたらいいのかとか、そのスキットポイントって何とか、そういう話をしていけたらなと思ってます。そもそも、僕軽く今言いましたけど、ギア比って何ってところから、大地君、ギア比とは？ギア比っていうのはですね、ペダルを1回転した時に後ろの車輪、後輪が何回転するかっていうのがギア比ですね。で、どう言ったらいいのかな。だからそれの重たさが数字で言ったら 2. 何ぼとか、3ちょっととか、3とかやったらペダル1回転したら後輪がちょうど3回転しますよみたいな。で、数字はかなり小さいんですけど、0.1 とか変わるだけで結構大きな違いは生まれるっていう部分ですね。数字で言っても分かんないけど、このギア比ってこのチェーンリングってこのでかいギア板と、あとこれ今金子さんが手に取ってます。これコグっていうパーツなんですけど、これの割り算で決まります。そうね。でここにチェーンがかかってる状態ですね。こういう感じですね。この数、これの刃の数割るこれの刃の数でやるとギア比っていうのが出てきますね。じゃあ次、さっき最初ちょっと出たスキットポイント。スキットポイントって何ぞやっていうのを金子さんに教えてもらおうか。俺だスキットポイントっていうのは、固定ギア乗ってる人がいる。固定ギア乗ってる人だったら分かると思うんですけど後輪を滑らせる行為っていうのをスキットって言います。足をバーって止めて、で、足をガッて止めるから後ろが止まって滑るんだけど、結構そのギア比と密接に関係していて、そのギア比っていうのが調子いいとまんべんなく車輪のタイヤの削れるところっていうのがばらつくんだけど、調子悪いギア比だったりするとそれが1個しか削れないとか2個しか削れない、4個しか削れないとか、そういう風な感じでどんどんタイヤの摩耗が速くなっていっちゃう。説明します。で、これ大地君のチャリなんですけど、これが49の17っていうギア比になってます。スキットポイントが19とか17とか、その結構多いギア比になってます。で、これ回すとその49の17の2.8 とかなんで 2.8 回転するって感じですね。で、スキットポイントっていうのがここに擦れるところがその何個あるかっていう話なんで、回してみましょう。今ここにクランクこうなってますけど、こう緑のテープ貼ってるんです。これが1回転回ると場所がちょっと変わるんですよ。今度擦れるところがこの5分になる。で、もう1回転するとまたここ変わる。で、また回すと変わるっていうのが、これがスキットポイントっていう。48の16とか1になっちゃうんですけど、48の16って割り切れちゃうんで3とかになっちゃうんですけど、そうするともう1箇所しか止まんなくなっちゃう。そうするともうそこしか変ないんでパンクしやすい。なんでスキットとかトリックとかいろいろやりたい人はスキットポイントが多いところがいいよねっていうの。いつぞやからね、スキットポイントっていう言葉が出たね。そう。もうそれはなんですかね。ピストじゃないとそのワードは多分出てこないね。フリーギアのロードバイクとかマウンテンバイクとかだともう絶対にそういうのはもう関係ないので、そこは本当ピストならではの結構面白いこだわりポイントで。それのさ、計算の出し方って知ってる？計算の出し方はぶっちゃけわからない。俺も知らない多分でも今でもね、アプリあるよね。そうなの。スキットポイントアプリあるから、ぜひチェックしてみてください。多分サインコサインタンジェント。そうって言ってるけど分かってないけど奇数同士だったりとかになると割り切れなくなるから、割り切れないと、スキットポイントっていうのも多くなるっていうのがあって、でいくとそうあれだよね、17兆とか47兆とか49兆とか51兆とか、なんかそういうちょっと割り切れない数
っていうので揃えるとなんだろうなスキットポイントっていうのは多くなります。コグ後ろのこの歯車コグだと大体街乗りとかそういう乗り方する人だと17が一番調子いいと言われていて、どのチェーンリングどの波数使っても重かろうが軽かろうがそのスキットポイントが結構多く取れて、だからやっぱ僕たちのメカでつけると大体17調子いいギア比は人それぞれなんですけど、僕たちもたくさんトラックバイク組ませてもらうんですけど、僕はだいたい 2.7 前後ぐらいにしてお客様にお渡ししてるイメージです。あと自分自身もそのぐらい。どうです？僕もそんぐらいです。2.7 以下になったらちょっと軽すぎるかなっていう感じはあるんで、2.7 以上で 2.8 いかんぐらいってなってくると、多分後ろのこのちっちゃいギアちゃんコグは17丁使ってもらって、でこの前かの大きいやつは47とかが一番、47と17の組み合わせっていうのが一番バランスいい。あとあれだよね、最近思ったけどさ、体重って人それぞれ違うじゃん、脚力も違うじゃん。だからさ、意外と立ちこぎした時ってさ、人それぞれ多分違うのよ、踏み心地。そうですね、トルクがそうだから意外と俺やっぱ体重ちょっとがたいい人とかは全然3近くだったりとか2.7 に関わらずっていうか決めずになんかやるのいいのかなって最近思ってて、結構お客さんにそうやっておすすめしたりもするね。ちなみにそのギア比の感覚って多分こうやって動画でお話ししてると分かりにくいと思うんですけど、ママチャリってどんぐらいだっけ？あれは 2.3 とか 2.3 ぐらい。めちゃめちゃ軽い。めちゃめちゃ軽いよね。多分誰もがほとんどの方が通ってきてるそのママチャリよりかは重いけど、スポーツバイクなんで街中乗るんだったら調子いいよねぐらいなんで、ほぼほぼママチャリ乗ってるような感覚で、そうです。普通に楽ちんに乗れる平均的な重さがそう 2.7。ギア比が大きいと 2.7 とか 2.89 とかになってきたら加速はちょっと重たくなるんですけど、トップスピードが伸びる。で、ママチャリの話も出たんですけど、ママチャリって結構最初の漕り出しは結構スッていくんですけど、思いっきり漕いでも絶対限界のスピード、もうペダルが回りすぎて足がついてけえへんみたいなっていうのがあるんですけど、ギア比が重たいとそれがもうちょっとなんていうんですか、回してスピードを乗せるっていうか。知識的なこと言っていいですか？競輪って競技ですね。競輪の競技なんですけど、実際見に行くとレース始まる前にこの選手がこのギア比に変更しましたってやつが発表される。知らない？知らない。マジでギア比の結構ねキンキンでやるよね。結構キンキンで発表されて、だからその競輪ってもうマジの勝負事なんで、そのギア比最初スタートでガーンっていく戦法でいくのか、ギアを重くしてトップスピードで稼いで最後バーンって抜くのか、そういう戦法とかもいっぱいあるんで、なんかそういうギア比も誰が1位になるとかこういう順位になるなっていうのに、おそらく関わってくるんでしょうね。ちなみに競輪選手ってぐらい大体もう 3.78 重い人だと4近く。そう4、昔はね4もう超えてよかったんです今規定あります。規定があって4超えちゃいけなくなっちゃった。4以下でっていう、4以下やけど4に一番近いギアみたいな。そうだから最近はね結構俺も出走表見てること多いんだけど、3.93 とか結構ねそんぐらいが多いね。若い人とかね軽かったりする。そうなんだ。そうで年取っていくと重いギアしか踏めなくなるんだって。さっきさその話戻っちゃうけど、固定ギアさ、ちょっとママチャリは重いじゃん、でもあれなんでかって言ったら固定ギアってさ、要するにこう固定されてる、ずっと足を回し続けていなきゃいけない。だけど逆に言ったら後ろの惰性っていうのが前に来るっていう。で今度それ何がいいかって言ったらアシストしてくれてるっていう風な感覚もあるんだけど、
ってなると普通のフリーギアは 2.3 とかのギア比だけど固定ギアだったら別にちょっと重くて 2.7 とかでも全然 OK っていう風なのが結構俺思うことかな。だから結構あれかな、フリーギアだったらちょっと軽くお伝えしてあげて、そう固定ギアだったらまあ 2.7 ぐらいとかかなっていう風におすすめするんだ。またなんか競輪の話しすぎじゃない？同じ例えば 2.7 っていうギア比があったとします。でこの大きいギア板を使って 2.9 にするのとこのちっちゃいギア板を使って 2.9 にするのだとテゴの原理ギュンってこう押し出す力が違うから大きい刃を使ってる方が軽く感じるらしいっていうのを競技やってる人から聞きました。なんかそうだよね。なんかでっかいギア盤の方をね選ぶといいっていうね。なんで競輪の選手もやっぱその 3. いくつとか結構僕らが使うような割と40いくつ台のやつでちっちゃいギア板選んだら意外とできたりもするんですけど、やっぱ55とか53とかめっちゃ前がでかいやつ使ってその方がこうトルクがかかりやすいらしいです。ちなみにこれが65これはもうマジで異常なぐらい大きいね、超大きいよね。これほんまに多分現計算存っていうかしてみていい？いいですよ今存在してる中やったらほんまに一番大きいぐらいです。あとあれだよね。一番ちっちゃい工具って11。まあ今ここにあるやつだから12でいいですか。12割る12。リストとかで使えるんだったら 12？ 5.4 だからこれとこれの組み合わせだとペダル1回転した時に後ろの車輪が 5.4 回転。多分幡ヶ谷店から代々木公園店行くのに多分一漕ぎで行けますでまあ重いやつって結構なんか興味深いっていうのはあるんですけど、実際街中で乗るってなったら 3.5 以上とかでもめちゃくちゃ重いです。重いよね。絶対にまあ乗ってる人とかはいけるんかもしれないですけどおすすめはできないですね。ただまあ乗ってみたい感とかはあるし、この 5.4 ってどんぐらいの重たさなんかっていうのを知りたい感じはあるんで、まあ、そういう組み合わせもできますよっていうですねやつですね。これ一応アフィニティから出てるチェーンウィーク。ただやっぱねここの重量がどうしても重いので、多分競輪選手とかでも大きいギア使った方が先にテコの力っていうのを使って軽いパワーで走れたりっていうのがあるんですけど、パーツを大きくしちゃうとその分重量がどうしても増しちゃうんで、大きくてもこんぐらいとか、これ53こんぐらい。入ってない。ちなみに俺の顔のサイズこんぐらいです。だから金子さん何49とか。兆ぐらい？俺40どんぐらい？いや言うて51ぐらいだね。これよりちょっとちっちゃいぐらい。ちょっとちっちゃいぐらい。これちっちゃいぐらい。誰得なやつ。はい、じゃあちょっとまたマニアックな話なんですけど、でかいチェーンリング見るとトラック競技で、競輪とかパシュートとかああいう追い抜きとか集団でバーッと走ってタイムトライアルとか結構有名なんですけど、ドミフォンっていう競技があるんですよ。ドミフォン？ドミフォン？知んないですか？初めて聞いた。これ今オリンピック競技とかにはなってないんですけど、今でもインターハイとかで多分やってると思うんですけど、バイクで先導者がいてバイクで引っ張ってもらってギア比が半端じゃないですよ。もうこんなもんじゃないですか。100T みたいな100の15みたいな。もう写真とかで見たことある。でチャリンコの形もおかしくて、普通の現行のトラックバイクだと 700C っていうサイズなんですけど、フロントが24インチだったりとかで、フォークも逆向いてて、あ、そうだね、あるね。であれでバイクに引っ張ってもらって、その時間内にどれぐらい走れるかみたいなドミフォンっていうのがあって、その映像を見るとありえない速さで走ってるのに足がそんなに速く動いてないめちゃめちゃ謎な競技今ドミフォンの話とかしたんですけど、こういう超でかいチェーンリング出してるアフィニティがあったりとか、あと大地も使ってるよね、アーロンとか、いろんなメーカーがあるんですよ。チェーンリングにコグにもここにいっぱい実は置いてあるんですけど、このピッカネットのがあるんで、ここはね話し出すとこのパーツがここがこうなんですみたいな話し始めちゃうと多分3時間ぐらい経つんで
まあこれは次回にしようはい、そうですやろう。ね。っていう感じで、ちょっと次回はギア板とかメーカーどういうのがありますみたいな、こういう特徴がありますっていうのを次回やりたいと思います。今日ははいありがとうございました。教えてくれるだけで、また次回お楽しみに。お楽しみに。またまたありがとうございます。